いかなる文明であっても必ず破滅の時はやってくる。そう記したのはいつの誰だったか。半世紀にわたりアジア第一のメガロポリスであった東京にも最後の時は訪れた。西暦1999年、関東全域を襲った後に22時の悪夢と呼ばれる大地震がそれである。絶望の淵から這い上がった人々は涙を拭い再建の道を歩んでいった。やがてその尽力によって2万ヘクタールに及ぶ人工島トロンシティが姿を現す。以前と変わらない平和な生活に戻れたことに安堵した人々は、それゆえシティの中央に建設された巨大な教育機関の意義を強く問うことをしなかった。ソリン、キリングセーフティーアウトだ。決まれよ。くらえ。やったか。ソリン、直ちに撤退。シモンズ司令、まだ生存者が。俺が出る。援護してくれ。そんな、死にますよ。司令、なんだ。ポイント07の検問を突破し、民間のバイクが向かっているとのことです。なんだと。どこのバーだこんな時に。戻れ、死ぬぞ。何者だ。まさか。あれが噂の。そう、ゴーカイザーだ。追っ始めやがったか。イサト君、生きて帰ってね。カイザー、カッシュ、京介君。キャツなるか。今こそ生産の時だ、兄さん。そうだね。サイは曲げられたってとこかな。違うな。いざ鎌倉だぜ、コウモリ男。不動様、間もなく国連ビルに到着します。ここが浮世を治めし国連本部なるか。良き方位と見受けたる。くだらん。赤道位が移動していくなど測定ミスに決まっているではないか。まったくですな。余すさえ地球規模での異常気象の一貫性などと。ここに提示されるレポートは各セクションが公認済みの猶予なき問題ばかりと信じておりましたがな。気象兵器の定義と構築、人為による地殻瞬動のシーン。わしや SF 映画の脚本会議に参加したつもりはない。分かっています。常識の範疇を超えているからこそ、こうして専門の先生方にご足労願っているのではありませんか。静かに。ここで人物を一人ご紹介したい。日本政府から派遣された不動諜報特務官
今回のこれらのレポートのデータは我々の希望によって彼に調べ上げていただいた。彼よ。わざわざありがとう、不動君。造作もないこと。君の報告書によれば何かね、ほら日本で起きた大地震、第二次東海大震災。そう、それも人為的に起こされたものと。いかにも。もう誰がかね、ナマズ大魔王とでも言ったところか。ベルナール学園校長大崎しずる。ベルナール学園というと、あのエキスパートを養成するために日本政府が創立した巨大高校のことだね。で、その大崎とかいう男、何者なのかね。そう、わかりやすく申さば人の域を超えたもの、超人、いや覚醒者といったところ。覚醒者？いかにも。彼は自らの全てを鍛え上げ、ある日全ての迷いを断ち切った。つまり何ですかな、その男。大崎しずる。そう、その大崎は何というか悟りを開いたのだと。さよう。しかしそれ以上にある。今や大崎に人の断りは届かぬ。キャツの覚醒は遥かなる意志の力によって縛られている。遥かなる意志、曖昧な表現ですね。宇宙から見た地球への感情。理解に苦しみますな。君の言葉を素直にとって判断すると、大崎しずるは宇宙の自我と併合しつつあると聞こえますが。それでよし。何の根拠があってそんな絵空事を。拙者は見てしまったのだ。あの月の夜。近い。なんと。それを信じろというのかね。私は信じるよ、不動君。しかしですな、司令。これではあまりにデータの裏付けが曖昧ではないかと。ちょっと国際的な議題としては取り上げかねますな。私としては不動君の言う不透明な力の存在が確認分析されるまでは、その人物のデータは取り続けていきたいと思う。近年世界規模で群発地震が問題視されているのは事実であるし、ここにヒントがないとは言えない。以上だ、解散。地球という星の存在を許せぬ万物の意志によって大崎は縛られ、いずれ地球を滅ぼす定めに。止めねば。見てごらん、スズ。あの日が沈む時、僕らも永遠の眠りにつくんだ。そうすればもう僕らを引き裂くものは何もない。そう、ずっと一緒さ。お兄ちゃん。スズ。大丈夫。それよりお兄ちゃん、血がついちゃうよ。亮よ、なぜ私を受け入れぬ。またお前か。バカにするな。何も知らないくせに。何が改ざん損だよ。そんなものでスズの病気が治るわけないじゃないか。もう僕らに構わないでくれ。知っているよ、亮。お前たちのことはよく知っている。お前たちの許されぬ恋も、哀れなる鈴の不治の病も、そしてその絶望感に打ちひしがれているお前の情縁もな。私はお前たちの知っている大人とは違う。お前たちを咎めもしなければなぶりもしない。そう、お前たちを縛れるものなど何もない。分かっているよ。何より私はお前たちが好きだ。そのピュアな愛情に嫉妬すらしている。その友人が最悪の幕を引こうとしているのを黙って見ていられると思うか。私を信じろ。分かったよ。
から昇る太陽、夜は明けるけれど、その人の眼下にはただ悪夢が広がっていた。介護と呵責に揺れるその瞳は何を見ているのだろう。誰もが無力に受け入れざるを得ない定めという絆、その全てが自在になった時、その人は神となった。しかし人々から全てを奪い去ったあの忘れ得る大震災、その怨嗟の渦中にあって彼は再び人へと落ちた。やがてきしみ出す第二の歯車、それは彼にとってさらなる無知としかならないのか。いいから寄ってきなって、すぐ近くだしさ。でもなあ、いいだろ。E エリア西部展開率 100%、 疑似制圧率 120%、 疑似伝達率 150%、 不確定要素なし。各自柔軟に対処し、発令まで待機します。なお待機リミットは128分と推定。以上。なんてやつらだ。国連軍の最新装備が全く効果なしとは。なんだこの少女は。私だってこんなやつらに負けたりしないんだから。それ今日の私はとっても不機嫌なんだから覚悟しなさい。 Looking for love 早く Looking for true さあ Shining try and get out Dream and revolution 変わり始めるこの胸のすべてが I should break out 風を抱きしめながら熱い鼓動を感じて今 Dream and revolution 傷つくたびに True heart 強くなれるよ So don't stop 夢を信じ続けて両手伸ばしつかもう Freedom。 その行動を若さゆえと笑えようか。カイザー・イサト、自らの覚醒による歓喜の中で償いきれぬ罪を背負い、今トガ人としてその人と出会う。カッシュ・ギュースタン、抱きし続けてきた社会という檻、皮肉にもその崩壊を知るにあたって真実の枷と対峙する。しぐれ京介、復讐の息吹に身を委ね、自らの血脈を証とするため修羅となる。己の真相に潜む兄への思いを拭い去るために、そして闇に待ち続ける男がいる。彼自身が待ち受けるのは創造なのか破滅なのか。約束の時は来た。伝説の祝祭が今始まる。どうすればいいんだ。俺はもう戦えない。だって戦うのよカイザク。いえゴーカイザー。だってまだ途中よ。君はあの時俺にカイザーストーンを渡した。あなたの手足まだ動くわ。心臓の鼓動を感じるでしょう。そう、戦えるということよ。俺はわかるわ。いくらカイザーストーンでも人の心は強くできない。俺は彼女と戦えない。
俺は彼女の兄貴を殺したんだぜ。彼女の憎しみは当然だ。俺はそれを償うべきなんだ。何も誰も傷つけずに生きてる人なんていないわ。今は振り返ってる時じゃないでしょ。彼女を救いたいのなら、彼女のお兄さんの死を無意味なものにしたくないのなら戦うのよ。彼女を救う？ええ、あるいはそれのみが償いの方法なのかもしれない。やってみるぜ。俺の全てをかけてな。あなたのカイザーストーン貸して。ああ。忘れないで。私も含めてあなたの周りには仲間がいるわ。唯一オーガには得られないもの、そう、あなたの武器よ。